それでは4日目。4日目は、譜面において、僕たちが切っても、よくなるんですが、上からフラッと見たときに、この辺りが手を伸ばし切ったときに落ちてしまって、軸足側が高く見える。この辺りが跳ね上がって見えるので、ここの落とし方、道具の使い方について伝えていこうと思います。よろしくお願いします。それでは、4日目実践スタート。それではね、今日も荒落としの方始めていきたいと思います。こういい爪ばっかりでね、もうちょっとねじ曲がった爪の方が面白みがあるとは思うんですが、爪をください。ここはいけるんですよ。ここみんな、きれいに撮影して、管理し出してくれました。いつもね、他の方の質問を待ってますので、どんどんしてください。それでは今日もやっていこうと思います。今日の検体も大して伸びてなかった爪なんですけども、ヴィランの処置ね、こっちは入ってないんで大丈夫なんですが、このままこう向こうまでとこっちの下の方まで取っちゃう人もいるんですけど、こっち側別に関係ない健康な角質なのでこっちは取らないでください。こっちを取らずにヴィランの処置、この溝ができた部分を、こういう糞が詰まらないように、ここに洗ってはあるけど、ここにやっぱり詰まってるんですね、こういう糞が。で、こういうのがこのヴィランっていう皮膚の病気の原因、また助長させることになるので、これをきれいに取るのは、この鎌の先を使って、この溝の部分だけをきれいに出していってあげてください。これが上手なのはね、北海道に K 先生っていうのがいるんですけど、あの先生にはこの処置は叶いません。よいしょ。某 K 先生が全国大会の模範で見せた処置は一番きれかったですね。溝の部分だけをきれいに出すように。ってことはこの間が残ってるんですね。ズバーンって取っちゃわないで。これが大丈夫な、健康な角質を残しつつ、こういうが間こういう以外で、余計な健康なところは傷つけない。こういう処置でいいと思いますね。はい。これは余談でした。で、今日はね、先ほどの、4日目5日目 ?5 日目ですけど、低床の入りの意識と、土踏まずの、譜面の幅っていうところを、今までやってきましたが、そこじゃなくて、底線ね、ここ、手はどんだけ構えても、手を思いっきり伸ばしきると、鎌はちょっと平らよりもこっちが下がっちゃうんですね。手伸ばしきった時に。いくら最初水平に構えてても伸ばしきった時鎌のお尻が下がる。つまりそれを防ぎながら、切るためにはどうするべきかっていうと、蹄を自分に近づける。伸ばしきった時自分の肘に近いところまで手が伸びきるように。このギリギリのとこで切ると外側が落ちて軸側が残ることになるので、低床の入りはこの毛の生え際の入りに鎌の角度を合わせるとこから始まって、横に引く。
横に引く。ここが落ちるので、ここを取りすぎないように平らのまんま意識する。そしてこの底線ですね。ここの話をしてるんですけど、ここの軸側、外ばっかり意識すると必ず軸が残ってくるので、こっからは軸の方を残さぬように意識して白帯に対して常に、鎌が90度に、このラインに対してこう曲がってきてるので90度っていうイメージの最後のこの回しですね。この回しの時は軸側を意識して残らないように、そこを意識することによってこっちが落ちて、ここはできるだけこう残す意識、軸と同時に同じところ、手は必ずこの蹄の底線よりも肘近くまで伸びる位置ですると最後のねじれやしゃくれがなくなります。火で炙るのは、蹄はケラチンっていうタンパク質でできているので、スルメを炙った時に柔らかくなるのと全く同じ原理です。またこれが冷めると水分が抜けてどんどん硬くなってくるので、あったかいうちに切る。焼けてるうちに切る。この角度に鎌の刃の角度を合わせていって、横から最後を回し切る。この時に蹄がぶれないように高く出していた方がいい。最後の回し、ここですね。ここを回す。低床から始まりの低足から底線、手をしっかり巻き込める場所で最後回す。そしてね、例えば定型が細長く収まらないような細長く見えてしまう爪に収まってしまった時、底線を丸く見せるためには、これ筒状でざっくりとこの低角度と同じ筒状になってて、ペットボトルと同じなので、底線が残ってれば残るほど細長い爪に収まります。ペットボトルを斜めに、縦に立てたペットボトルを斜めにカットしてる。竹を斜めにカットしてる。ああいうイメージですね。で、それをどんどん、垂直にカットしていけばいくほど、底線部の定型の形、丸みを帯びた形に切れていく。それを考慮して最後ここに残らないようにきれいに回し切る。底線を意識して回し切ることによって低角度がきっちり収まってきます。低角度、定型をきれいに作ることができます。いつもこっち反対側から切ってるんで、たまには違う側から切ってみようと思って今日は右足左足で逆から切ることになるのと、この底線部、こっから今からは気をつけて練習していってみてください。底線部の回し込み、軸の方が残らないよう。底線部を立てれば立てるほど、ここをしっかり回し切って平らに最後まで取れば取るほど、定型はきれいに前肢なら前肢なり丸く締まった爪に収まりになります。この角度から始まって最後軸を残さない、このイメージですね。こっちが落ちないように、こっから先はこっちが落ちないように、ここを縦にグッと入れるともうここいきなりえぐってしまうので、ここが最初に出血する場所はここ、軸、土踏まず、神秘が近いのはここ、低床の入り、
ここを意識していくと、ここえぐってない分、フラットに切ってもここがしっかり硬いまま残って、底線の丸い綺麗な底線、底形に近づいていくので、ご注意してやっていってみる。また練習していってみてください。今日はとりあえず譜面については今日までで、あとは上から見てて色を当てて普段から練習する挙手検査、自分が切ってる自分の癖はどんなのがあるのかっていう、挙手検査もしてフラットを見る練習をしていってください。私のところでは個人事業主として一緒に作庭日本一を目指してやってやろうという方を募集しております。同時に新規作庭依頼も受け付けております。今日の動画が勉強になった、参考になったと思っていただけた方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタン、いいねよろしくお願いします。